こんにちは。みるみるの中の人です。今回はスタートデッキを使ったコナン TCG 初心者向けルール解説動画となります。現在コナン TCG の構築済みデッキとして販売されているスタートデッキは青色のコナン、緑色のヘイジ、白色の怪盗キッド、赤色の赤井さん、黄色の古谷さんの全5種。またスタートデッキではないのですがテーマデッキというテーマに基づいた構築をした構築済みデッキもありまして、黒の組織のテーマデッキと青の古城探索事件をモチーフにした青のテーマデッキ、死亡の館赤い壁をモチーフにした黄色のテーマデッキがあります。特に青と黄色のテーマデッキは大会環境でも使われるカードが多く収録されており、こちらは安売りされていることは少ないですね。一方最初に紹介した5色のコナン TCG のスタートデッキは割と投げ売りされていることが多く、Amazon だと500円。また2025年8月8日から始まった、全国展開している古本市場、通称古市で行われているサマーセールでは、なんと新品のコナン TCG スタートデッキが 75% オフの300円で販売されています。なぜスタートデッキがここまで安いかというと、お店の在庫処分という側面もありますが、大会環境で使われているカードが少ないという部分もあります。少ないというだけで、使われているカードもちゃんと収録されています。特に青はレベル2ゲンタ、レベル3光彦、レベル4コナン、レベル5灰原哀、レベル5毛利小五郎などスタートデッキにしか収録されておらず強力なカードが多いですね。ちょっとね、最近はレベル4のコナンをよく使うので青のスタートデッキを2つ購入しました。でせっかくなんで、ルール解説対戦として、スタートデッキを使用した対戦をします。現在コナン TCG では、最新弾でミステリーレアや能力付き事件カードという特殊なルールを持つカードが登場していますが、そちらの解説はこの動画では行いませんのでご了承ください。では、スタートデッキの内容物を見てみましょう。まずはこの青山先生書き下ろしのパートナーカードです。このキラカードはこのスタートデッキにしか収録されていないので、上級者の方でも愛用している人が多いカードですね。パートナーカードというんですけど、パートナーカードはプレイヤーの分身としてゲーム中盤面から決して離れることなくずっと使うカードです。フロアルール上ある程度の装飾が許容されているため、お気に入りのキャラをデコレーションして遊ぶ方も多いですね。様々なキャラのパートナーカードが登場していますが、色以外の部分、キャラクターごとにおいて能力差はないので推しのキャラクターを使いましょう。続いてはデッキ。デッキはキャラカードとイベントカードで構築された40枚の、カードの束のことです。40枚以上にすることも以下にすることもできません。続いては事件カード。こちらはデッキ構築に大きな影響を与えるカードです。事件カードの左上に書かれている色のカードのみコナン TCG における手札の使用をすることができます。ただしデッキ構築時にこの事件カードの色以外のカードを採用すること自体は可能です。手札から使用できないだけで、後に説明するカットインやひらめきのカード効果を使用することは問題ありません。またカード自身に事件の色を無視できる能力を持っているものもあるので、ルールに慣れてきたら、挑戦してみてください。よくわからなかったらこの事件カードの色だけでデッキ構築をしてください。また事件カードには先攻後攻プレイヤーそれぞれの勝利に必要な証拠の枚数が書かれています。現状は先攻7枚後攻6枚統一となっています。現在様々な事件カードが登場しており、中には特別な能力を持っているカードも登場していますが、今回はそのカードについては取り扱いません。で、事件編解決編マーカー。こちらはゲームの進行状況を表すためのマーカーです。
そして紙製のプレイマット。紙製のプレイマットはちょっと使いにくいんで、ちょっと今回の動画では公式のラバー製のプレイマットを使用します。では対戦を始めましょう。ではここからはみるみるよろしくお願いします。こんにちは、みるみるです。まずは事件カードとパートナーカードを裏向きで用意します。そしてデッキをシャッフルしてデッキのエリアに置きます。初心者向けのシャッフルとしては、カードをまず8枚1枚ずつ置き、その後またカードを重ねていくディールシャッフルを行いましょう。ディールシャッフルはデッキの枚数を数えるのにも便利です。その後にトランプのようなヒンドゥーシャッフルを行う方法をお勧めします。慣れてきてカードをスリーブに入れたならば、横入れというハローシャッフルに挑戦してみても良いかもしれません。公認イベントではシャッフルは自分で行った後に、お互いが相手のデッキをカットもしくはシャッフルします。カットが一番簡単で、相手のデッキの適当なところを持っておいて残りをその上に置くというやり方です。なお以後、シャッフルすると言ったら自分でデッキをシャッフルして相手にシャッフルしてもらうことを指します。もちろん家族や友人と遊ぶ程度でしたら相手にシャッフルしてもらうのをスキップしても問題ありません。シャッフルが完了したらじゃんけんなどで先攻後攻を決めます。勝った方が先攻となり選択肢はありません。デッキの上からカードを5枚引いて手札にします。その後、いらないカードを任意の枚数戻しデッキをシャッフルして戻した枚数分引き直します。公式用語では手札の引き直しと言いますが、みんなマリガンと呼びます。ここで手札の引き直しのコツを教えましょう。コナン TCG では毎ターン1枚カードをタダでプレイできます。先行は1ターン目はレベル2まで、2ターン目はレベル4まで、3ターン目はレベル6までプレイができ、後攻は1ターン目はレベル3まで、2ターン目はレベル5まで、3ターン目はレベル7までプレイができます。ということは、最初の手札にレベル8やレベル7のような高レベルカードが大量にあると3ターンは何もできません。なので毎ターン出せるカードが1枚はある手札が理想的ですね。手札の引き直しが終了したら事件とパートナーを表向きにしてゲームスタートです。事件編マーカーは自分が先行の場合後攻を隠すように置きましょう。先行1ターン目、何をしたらいいのでしょうか。まずはデッキからカードを1枚引きます。ドローの後は入るエリアにカードを追加します。デッキの上からカードを置きます。基本的に2枚置きますが、先行1ターン目だけは1枚だけ置きます。このファイルのエリアのカードの枚数以下のカードを1枚のみ手札から使用することができます。しかし現在ファイルは1枚、自分の手札にレベル1のカードはありません。このまま何もできずターンエンドでしょうか。安心してください。一時的にファイルを1増やすことができます。パートナーカードの役割の1つアシストについてご紹介します。パートナーカードの役割は3つアシスト、推理、そして条件を満たした際に事件解決宣言ができます。そのうちのアシストとはパートナーをスリークさせつつファイルエリアに置くことでファイルのカードとして扱うことができます。要はこのターン、推理や事件解決を放棄することでファイルを一時的に増やせるんですね。ということでパートナーをアシストすることでファイル2にします。ファイル2になったことで手札の仕様としてレベル2以下のカードをプレイできます。レベル2のキャラクター小島源太を現場に登場させましょう。キャラクターが登場しましたが、登場したターンは名乗り状態といい、次のターンになるまで推理やアクションを行うことができません。推理やアクションに関しては後で解説しますね。もう1枚手札にレベル2小島源太があるので、もう1枚ついでに登場させることはできません。手札の使用は1ターンに1回しか行えません。さて、やることがありませんのでこのままターンエンドします。ターンエンド時、このようにハンドサインでターンエンドを伝えると良いです。カードショップはマジでうるさいので、これだけのターンエンドの表明は相手に伝わらず、お互い何もしない時間が発生しうるからです。相手のターンになります。後攻プレイヤーもまたターンの初めにカードを1枚ドロー、そしてファイルにカードを2枚追加します。後攻1ターン目以降、お互いのプレイヤーはファイルを2枚追加します。相手はファイルが2枚あるので全く同じカードのレベル2小島源太を登場させました。そしてパートナーカードの役割の1つ推理を行います。推
推理とはパートナーをスリークつまりは横に倒すことで宣言できます。推理を行うとカード右下の LP の値分証拠を得ることができます。証拠は事件を解決するためのポイントのようなもので、デッキの一番上のカードを裏向きのまま事件カードの下に連なるように置きます。後攻プレイヤーはこれでターンエンドです。さて、ターンが返ってきました。オートフェーズに入ります。オートフェーズではスリープしているキャラ、パートナーを全てアクティブにします。そして、ドローとファイル2枚追加を行います。ファイルが3枚になりました。ファイルの追加が終わった後はオートフェーズが終了しメインフェーズに入ります。先行2ターン目はコナン TCG においてかなり重要なターンです。先行1ターン目に登場させたキャラの名乗り状態が解け動かせる状態になっています。さて、コナン TCG におけるメインフェーズについてご紹介します。コナン TCG はメインフェーズ中に6種の行動を好きな順番で好きな回数を行うことができます。6種の行動のうちの1つは前のターンに言った手札の使用でした。他の5種はネクストヒント、パートナーの能力の使用、宣言能力の使用、推理アクションです。パートナーの能力の使用はアシストと事件解決になります。アシストは前のターンに行いましたね。事件解決はゲームが終わってしまうので最後にご紹介になります。では、このターン教えられそうなのは推理かアクションとなります。名乗り状態が解けたキャラは推理かアクションを行うことができます。推理は前のターン、後攻プレイヤーがパートナーで行いましたね。キャラカードで行う場合も全く同様の手順になり、横に寝かせて右下の LP の数値分証拠を得ます。ちなみに毛利小五郎のような LP0 というキャラもいますが推理自体不可能です。何の意味があるんでしょうかね。このターンはアクションをしてみましょう。アクションというのはつまりは攻撃のことです。アクション先として指定できるのはスリープしているキャラ、もしくは証拠がある相手の事件カードです。相手の現場にはスリープしているキャラはいませんので、証拠のある相手の事件カードにアクションをしてみましょう。レベル2小島源太をスリープさせつつ相手の事件カードにアクションします。相手はこれを源太でガードすることもできますがガードを行いませんでした。相手の事件カードにアクション成功です。相手は一番上の証拠のカードをリムーブエリアに移します。そして自分は証拠を1つ得ることができます。LP2 や LP0 のキャラで事件アクションをしても得られる証拠は1で固定です。これにてアクション終了です。手札の使用をしていませんね。今、ファイルは3枚なのでレベル3円谷光彦を登場させましょう。今回、相手の事件やアクションを行ってキャラを登場させました。もちろんキャラを登場させてから事件やアクションを行うことも可能です。ですが、この行為は裏目を引く可能性があるため悪視になります。例えば、レベル3円谷光彦を先に登場させて、レベル2小島源太で事件にアクションしてみましょう。相手の証拠のカードをリムーブします。おっと、ひらめきと書かれていますね。ひらめきが書かれた証拠のカードがアクションによってリムーブされる際その能力を使用できます。相手の証拠に書かれているひらめきはキャラを1枚スリープさせるとあります。なので、登場させたばかりのレベル3円谷光彦がスリープさせられてしまいました。せっかく登場させたキャラがスリープ状態になってしまうのはまずいですね。ということで、コナン TCG では基本的に動かせるキャラは動かした後に、キャラを登場させるのが基本となります。さて、実際の盤面に戻りましょう。パートナーがアクティブ状態ですね。せっかくなので推理しましょう。もちろん、あえて推理しないという戦術もありますよ。これでターンエンドです。では、相手のターンです。相手もオートフェーズでキャラをスリープ状態からアクティブ状態に戻し、ドローしてファイル追加。相手のレベル2小島源太が自身のレベル2小島源太にアクションを宣言してきました。アクションは先ほど述べたように事件カード、もしくはスリープ状態のキャラにアクションできます。キャラへのアクションはコンタクトという処理が発生し右下に書かれている AP の値で勝敗を判定します。コナン TCG では同じ AP のキャラのコンタクトでは攻めた方が勝ちとなります。つまり、自分の小島源太を失ってしまうピンチというわけですが、アクティブ状態のキャラが自分の現場にいる場合、相手のアクション宣言に対してガードを宣言できます。これは相手のアクションに待ったをかける宣言です。円谷光彦は AP2000 あるため相手の小島源太のアクションを受け切ることができます。なので相手のアクションに対してアクティブのキャラをスリープさせつつ、ガードを宣言して源太を守ってあげましょう。では、小島源太と円谷光彦のコンタクトに入ります。AP1000 の源太のアクションは AP2000 の光彦でガードするので安心。
と思っていたら相手がカットインを使用してきました。カットインというのはコンタクト中手札からリムーブすることでキャラを一時的にパワーアップできる能力のことです。相手は AP+2000 のカットインを使用しました。このコンタクト中は小島源太は AP が+2000され AP3000 になりました。このままでは円谷光彦はやられてしまいます。でも安心してください。カットインはお互いのプレイヤーが1枚ずつのみ使用する権利があり、こちらも使うことができます。ということで自分も AP+2000 のカットインを使います。ということで光彦は AP4000 になりました。相手の源太のアクションを受け切ることができました。なお、アクション及びコンタクトの細かい処理解説はルールマニュアルをご参照ください。おっと、相手はアシストしてファイル5にしてレベル5毛利小五郎を登場させました。レベル5毛利小五郎は突撃を持つ強力なカードです。突撃とは登場したターンには本来行えないアクションを行うことができる能力です。レベル5毛利小五郎で先ほどのガードによってスリープ状態になってしまったこちらの円谷光彦にアクションを宣言されました。これはどうすることもできません。アクションを受けたキャラがコンタクトで負けた場合はリムーブエリアに送られます。相手はターンエンドを宣言しましたのでこちらのターンに入ります。スリープ状態のカードをアクティブ状態に戻してドロー、ファイル2枚追加。今、ファイル5。ここでキャラカードではなくイベントカードを使用してみましょう。イベントカードは基本的に使い捨てのカードですが、その分レベルの割に性能がかなり高めに設定されています。乱の一撃を発動しましょう。ちょっと細かいルールですがイベントカードは一旦現場において処理を行いましょう。乱の一撃の効果は AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。相手の毛利小五郎をリムーブします。その後、乱の一撃をリムーブエリアに置きます。続いて、レベル2小島源太で相手のレベル2小島源太にアクションします。パートナーは推理を行い証拠を得ます。ターンエンドしましょう。相手のターンです。アクティブ、ドローファイルに追加。相手のファイルは6。ここでアシストを相手は行いました。すると合計でファイル7になりました。アシストを行った段階でファイルの合計が7以上の場合事件編から解決編に入ることができます。解決編に入り、証拠規定枚数を集め、パートナーをスリークさせることでゲーム勝利である事件解決を宣言できます。相手はレベル7江戸川コナンを登場させました。レベル7江戸川コナンは迅速を持っており、登場したターンにアクション、推理を行えます。レベル7江戸川コナンでこちらのレベル2小島源太にアクションを宣言されました。源太はコンタクトによってリムーブされます。そして相手はネクストヒントを宣言し、レベル6アガサ博士を登場させました。その登場時能力によってレベル4吉田あゆみが登場しました。ネクストヒントと登場時能力についてはこの後解説します。さらにネクストヒント、レベル5は茨愛が登場しました。相手はターンエンドを宣言しました。ではこちらのターンです。アクティブ、ドローしてファイル2枚追加。ファイル7ですが解決編に入ることはできません。これよく初心者の方が間違われるのですが、ファイル7以上になれば自動的に解決編に入るわけではなく、解決編にするにはパートナーのアシストを含んだファイル7以上にする必要があります。ということでパートナーをアシストしてファイル8にしつつ解決編に入りましょう。ということでファイル8になりました。手札からレベル1イベントカード小さくなった名探偵を発動します。デッキの上3枚を確認して、青色のキャラカードを1枚手札に加えた後、残りをデッキ下に移し、手札から現在のファイル以下のキャラカードを登場させられます。非常に強力なレベル8工藤新一が3枚の中にありましたのでこれを手札に加え、そのまま登場させました。スタートデッキに収録されているキャラカードで最も強力なキャラです。レベル8工藤新一には登場時能力があります。登場時能力は登場した際に必ず発動する能力です。手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。
ということで手札を1枚リムーブして AP6000 のレベル7江戸川コナンをリムーブします。手札の使用は1ターンに1度ということは、もうこのターンは何もすることなく終了でしょうか？いいえ、ネクストヒントをすることでターン中何度も手札を使用することができます。ネクストヒントとはファイルの一番上のカードを手札に加えて手札を使用することができます。ではネクストヒントを宣言してネクストヒントを行いましょう。ファイルの一番上のカードを手札に加えて手札の1枚を使用できます。ファイルを手札に加えたことによりファイルが1つ減ってレベル7以下のカードを使用できます。この時注意したいのはファイルのカードを手札に加えて手札を使用する動作は一連である必要があります。ファイルのカードを手札に加えてパートナーの推理やアシスト、キャラのアクション推理等を挟んで手札を使用することはできません。またこの手札を使用する権利をストックして後でまとめて使用することもできません。ちなみに手札の使用を行わずにネクストヒントを先に使用した場合、手札の使用の権利は消失します。ネクストヒントによってこちらもレベル7江戸川コナンを登場させました。この江戸川コナンで吉田あゆみへアクションを仕掛けたいところですが、レベル6アガサ博士やレベル5は茨愛でガードされる可能性がありますね。アガサ博士とは茨愛の AP は共に5000とレベル7江戸川コナンで倒せそうなのですが、相手が仮に AP 足す2000カットインを持っていた場合 AP7000 になってしまい倒すことができません。こちらも AP 足す1000以上のカットインを持っていればいいのですが持っていませんね。とはいえ手札にこの状況を打開できるカードがあるのでそのカードを登場させましょう。さらにネクストヒントを行います。ファイルはさらに1つ減ってファイル6、レベル6モーリランを登場させます。レベル6モーリランは登場時にキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す1000します。ということでレベル7江戸川コナンの AP を足す1000します。さらにこのレベル6モーリランは宣言能力を持っています。宣言能力の使用はターンプレイヤーのメインフェーズに行える行為の一つです。モーリランの宣言能力はキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す1000ですので、この宣言能力を使用しさらに江戸川コナンの AP を足す1000します。なおモーリランの宣言能力にはターン1がついてるためターン中1度しか使用できません。しかし2枚目のモーリランがいる場合はそれぞれ1度ずつ発動できます。合計で江戸川コナンの AP は8000になりました。では江戸川コナンで相手の現場の吉田あゆみにアクションを宣言しましょう。相手はレベル5は茨愛でガードを宣言しました。ハイバラ愛の AP は5000。ハイバラ愛をリムーブエリアに送ることはできましたが、レベル5は茨愛には相手ターン中現場リムーブ時の能力を持っています。これは相手ターン中に現場からリムーブエリアを送られた際に発動する能力で、持ち主のデッキのカードを上から3枚見て、その中のレベル4以下の青のキャラを1枚までスリープ状態で登場させることができる能力です。この能力によってレベル4江戸川コナン通称麻酔銃コナンが登場してしまいました。これ以上ネクストヒントを言ってしまうと次のターンのファイルが減りすぎてしまうため、ネクストヒントを行うのは控えましょう。ターンエンドを宣言しましょう。ここまでは台本通りに行いましたがここからは台本なしです。ここから先は台本なしで普通にプレイ。私は帰ります。スリープ登場愛ちゃん。これできるよね。いいよ。で、効果。うん。これで5イベでも引かんかったら無理やな。2、3。5イベを取ります。下に行って、1枚取ったので、1枚捨てます。1枚捨てます。ネクストヒント。ここで、さっき取った乱の一撃で工藤新一。あゆみちゃんで、事件に行きます。基本的にガードはできるんですけど、もしカットイン打たれてやられちゃいそうだなと思ったら事件アクションはなるべく通す方がいいかな。
ひらめきワンドロー。ひらめきワンドローでカード1枚ドローします。証拠1個ゲット。さあ、まあ、ひらめき不満ことを祈りつつ、なんか通りそうな気がするから、こっち行こうか。事件。通ります。ひらめきスリープ。あスリープです。あ、ああ、強い。これはきついな。これ手札入れ替えをした方がいいのかどうなのか。寝かせたら手札入れ替えれるよね。入れ替えようかな。じゃあ効果で赤さ博士をに麻酔銃打つ感じ。寝かせて1枚引いて1枚リムーブ。うん。1枚引いて1枚こっち捨てようか。手札2枚ないよ。で推理した方がいいのかな。推理返します。ロー。あれば。7。赤博士。登場時能力。同じようなことしてる。登場時能力。4枚見ます。AP7000 にして、アガサ博士にアクショ通ります。ン。なんで、麻酔銃コナンにアクション。通ります。ネクスト、6。小さくなった名探偵。3枚。迅速コナン。とで、小五郎。小五郎突撃持ちなんで、試験アクション。パートナー。ネクスト行った方がいいか。ネクスト5。現場にはキャラが5体までしか登場させられません。で、この状態で新たにキャラを登場させたい場合、スイッチということを行います。現場にいるキャラ1体をリムーブして登場。入れ替えですね。リムーブ元のキャラの状態はアクティブだろうが、スリープだろうが、スタン状態だろうが、特に制約はありません。小五郎でもう一回事件アクション。で、パートナー推理。エンド。ドローして7で迅速で迅速コナン君に行く。やられます。じゃあネクスト6。これでなんか手札意外といいかも。で登場時効果選んでるのか。登場時効果はこっちの愛ちゃんに1000あげて5000にしときます。ネクストランの一撃で赤さ博士。じゃあこっちの4000のあゆみちゃんで打ちに行きます。
じゃあターン1効果で博士を6000にしてランに行きます。で、愛ちゃんが今5000になってるので小五郎に行きます。推理返します。ドロー。ネクスト6 AP を1000上げます。7000で迅速にアクショガードします。ン。ネクスト5 AP を制限単位で6000にして灰払いにアクション。通すしかない。アシストネクストダメージでコナンリムーブネクスト4エンド。じゃあドローしてほうこんな来るとは。1234567どうしよう手札なくなっちゃうな。アシストして8にする。で2枚しかないんだけど1枚捨ててラン姉ちゃんをリムーブ。5000のアガサ博士でこっちに行きます。カトイン1000。わあ手札がなくなった手札ゼロ何してくれるんだ。一回ちょっと試してみようか。事件カトイン1000。こっちはカットインどころか手札がない。でここで迅速とか突撃が引けたらあっちに行けると。ネクスト。うわ8が来ちゃった出せない。こういう場合は手札8なんで出せないです。34567しか出せない。出しません。この子が2になるんだよね LP が。ネクスト。あ来た来た来た456でこっちなんだろうなランの一撃で4コナン君を12345返します。ピンチやでランの一撃でレベル8迅速であゆみちゃんいけるしかない。ネクスト4なんじゃこりゃ推理エンド。私はこの8を出すためにファイルを5枚温存したのであるドローしてただあれだな出したらまた1枚捨てなきゃいけないから8にはできるけど1234567切ない。1枚捨ててまた手札なくなった。こっちにします。事件に行きます。さあ何が引けるか。ネクスト。お今私手札なしの状態で灰払いで登場時能力は必ず行わないといけないので
灰原愛の能力のまずデッキの上から4枚カードを見てください。4枚見て1枚までを手札に加えた場合、手札の1枚をリムーブエリアに送る、手札入れ替えの能力なんですけど、今手札0でやっちゃったんで、手札に加えた場合すぐにそれを捨てないといけないんで、捨てるになるから、じゃあもう取りません。はい。でこれはこのまま下にリフレッシュしちゃうしね。さあネクストしてみよう。ネクスト3456、一応出せるじゃん。ただ動ける相手がいませんね。とりあえず処理はして。登場時効果で意味はないけど登場時効果1000アップします。返します。ドローして2枚。デッキが0枚になりました。デッキが0枚になってもコナン TCG は敗北するわけではなく、リフレッシュという作業を行います。リムーブエリアのカードをシャッフルして、これをデッキとして置き直して、相手は証拠1枚取ります。基本的にコナン TCG は能力や効果の処理の間に他の能力や効果を割り込むことはないんですけど、リフレッシュは唯一の例外で、何よりも優先して割り込んで処理を行います。で、6。ネクスト5。ネクスト5。ネクスト4。することがない。カードは登場させられたんですけど、このままターンエンドです。じゃあ1枚引いて、戻すの忘れてた。これ立てます。で、いいよ。4個証拠が溜まってて、あと2枚なので推理できるカードで、ここで私は1回1枚置いてリフレッシュ。それでもう1枚で12345で解決です。勝った。以上がコナン TCG 初心者向けルール解説でした。こんにちは、みるみるです。対戦動画で紹介し忘れていたスタートデッキ収録カードの能力を紹介します。まずはミスリードです。ミスリードは相手が推理した時にこのカードをスリープさせることで、その推理したキャラの LP を下げることができます。スタートデッキに収録されているミスリードは全て1です。相手の推理に対してガードができるといった感じでしょうか。続いては宣言のないターン1能力ですね。宣言がないということはどうやって発動するのでしょうか。宣言のないターン1能力は必ず書き出しが何々した時という文章になっています。この何々した時を満たした時のタイミングに必ず発動します。この必ず発動するというのは結構初心者がつまずくポイントでして、別の動画で詳しくまとめていますので気になる方はご参照ください。最後にスタン状態です。スタン状態とは白が得意とするスリープよりも深いスリープといった感じで、スタン状態のキャラがアクティブになる場合アクティブの代わりにスリープ状態になります。ただしスタン状態やスリープ状態であってもキャラの能力は有効なため、現場にいるだけで影響を与える能力を持つキャラにはスタンの影響は少ないと言えますね。以上、
スタートデッキに収録されているカードの補足を終わります。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。